はい、どうも、こんにちは。ロイヤルブルーコーヒーバリスタの豊です。皆さん、コーヒー飲んでますか？でも、コーヒーって苦いですよね。わかります。僕も苦いと思ってます。本日は、自己紹介も兼ねて、チャンネルの紹介をしていきたいと思います。僕がどのようにコーヒーを持ってるかとか、チャンネルの、これからのチャンネルの方向性だったりとか、そんなことを話していきたいと思います。今、コーヒーが飲めない人、必見です。何せ僕もコーヒー飲めませんでしたから。僕の成り立ちを聞いたら、もしかしたら飲めるようになるかもしれない。もしくは、その少しでも興味を持ってくれたら嬉しく思います。はい、それでは早速行ってみましょう。まず自己紹介からいきます。先ほども言いましたけども、バリスタの豊です。ロイヤルブルーコーヒーというそのコーヒーに関するものを販売しています。今のところドリップバッグとかコーヒー豆とかなんですけども、今後はいろんなアイテムを販売していきたいと思ってます。ご興味のある方は概要欄にリンクでも貼っておきます。で、日本生まれの台湾育ちです。日本と台湾のハーフです。で、実を言うと、コーヒーよりも食べることの方が大好きだったりします。台湾には美味しいものがたくさんありますからね。例えば、必ずと言っていいほど食べるのは、ルーローファンであったりとか、牛肉麺とか、チスーチーも絶対食べますね。いや、他にもいろいろ捨てがたいのがあるんで、ほぼ毎日酔いついてるような気がします。コーヒーに関するチャンネルですよ。さあ、気を取り直して、僕がなぜコーヒーにハマったのかっていうのをちょっと説明していきたいと思います。実は僕も昔コーヒーが飲めなかったんですね。だってあんなの黒い苦いドリンクじゃないですか。今でもそういう認識の人が多いかもしれないので、僕が飲めるようになった成り立ちをちょっとそのストーリーをちょっとお話ししたいと思います。まず初めて生まれて初めて飲んだコーヒーっていうのは缶コーヒーなんですけども、コーヒー牛乳みたいな感じですね。ボーランカーフェって言うんですけども、めちゃめちゃ甘いんですよ。今でも売られてますね。というか、台湾は結構ドリンク系何でも甘かったイメージですね。特に昔は。お茶も甘いんですよ。麦茶とか緑茶とかウーロン茶とか全部甘いのがあるんです。で、それから学生、高校生ぐらいかな。スターバックスが参入してきて、かっこつけて飲んでみたはいいけども、苦かったというまさしく苦い思い出がありました。で、何度かチャレンジしたんですけども、値段もね、ちょっと高かったんで、すぐにリタイアしました。それ以降は全然飲んでなかったですね。で、社会人になった後に、母と姉が一時、カフェにハマったというか、コーヒーにハマってたんですね。で、カフェ巡りとかしてたんですけども、じゃあ、お家でも美味しいコーヒーが飲めるようになったら、いいなっていうことで、僕が入れるのを担当してて、で、僕結構こだわるタイプなんですけども、その入れ方、ドリップ、ハンドドリップからなんですけども、ドリップの方法、お湯の注ぎ方とか、いろいろこだわってみたりとか、サイフォンがあったんで、サイフォンでコーヒーを入れてみたりとか、いろいろ試したんですけども、限界が来て、それでから豆を買うようになったというか、今まではね、例えば、コストコであったりとか、スーパーとかのコーヒー豆を買ってたんですけども、そうではなくて、もっと本格的なというか、焙煎したてのコーヒーだったりとか、そういったものを買い漁るというか、買っていくと、ものによっては、他のと一緒なんですけども、違うような豆も、買えるようになったというか、行き着いて、で、それがなんと、偶然、台湾の焙煎の、チャンピオンの豆と知り合ったというか、焙煎師と知り合って、でそこからそれと同時にバリスタの資格を取りに行っ
て、無事資格も取得して、で、同時進行だったんで、バリスタの授業でコーヒーを深く知りつつ、そのチャンピオンのコーヒーを飲んだんですけども、その時やっぱりものすごい衝撃的というか、こんなコーヒーもあるんだという風なイメージでしたね。なので、まさに胃の中の蛙というか、コーヒーあんなにずっと結構入れてたのに何も分かってなかったという感覚でしたね。でそれからバリスタの資格を取った後に、他にも2つ資格を取ったんですね。で合計3つなんですけども、1つが生の豆の資格と焙煎の資格と、でバリスタの資格。資格と言っていいのか分かんないんですけども、スペシャリティコーヒー協会と言われるその協会、アメリカの協会なんですけども、協会が、あなたはこの一定以上のスキルがありますよっていう証書をもらったっていう形ですね。で、証書の資格の話をする前に、台湾とコーヒーについて少しお話しするんですけども、台湾は実はコーヒー大国と言われているんですね。コーヒーで思いつくのは、例えばエチオピアであったりとか、ブラジル、コロンビア、あとケニアとかがありますかね。そのアフリカと中南米で栽培されているコーヒーが有名だと思うんですね。でも美味しい豆というか、豆はそこが有名なんですけども、そこに美味しいそのコーヒーが飲めるかっていうと、美味しく入れてくれるバリスタや美味しく焙煎してくれるその焙煎士っていうのは行ったことがないんで想像になるんですけども、あまりないと思ってるんですね。逆にエスプレッソで有名なイタリア、もしくはコーヒーのジャンルになっているアメリカですね。アメリカ。この2つ、ヨーロッパとアメリカ、ここがコーヒーの消費されているトップ2なんですね。そこにはたくさんの焙煎士、生の豆を美味しく焼いてくれる焙煎士だったりとか、バリスタっていうのがとても多く存在すると思うんですよ。なので、美味しくコーヒーを入れてくれる国だと思う。国とか地域ですね。で、なおかつ、ヨーロッパとアメリカっていうのは、先進国ではあるので、綺麗なカフェもありますし、環境っていうのは、ものを美味しく感じるっていう一つの要素だと思うんですけども、そういったところでも利があるというか、メリットがあるような、美味しく飲める要素が、アメリカやヨーロッパには存在するってことですね。で、台湾なんですけども、台湾は一応僕の中では先進国に分類しているんですね。先進国の中でも、もちろん先進国なんで、すごいバリスタもいますし、ものすごい焙煎士もいてるんですよ。で、バリスタなんかは世界チャンピオンももちろんいますし、焙煎士で世界チャンピオンちょっと僕わからないんですけども、ちょっと今思い当たらないんで調べておきますけども、いるって、ちゃんとすごい焙煎士もいるんですね。で、しかもコーヒーを栽培してるんですよ。なのでコーヒー豆を栽培してるし、で世界的にもその注目を浴びてるコーヒー豆だったりとか、世界一に輝いた農園のコーヒー豆もあるので、美味しい生の豆も取れるし、ちゃんとした焙煎士もいるし、世界チャンピオンのバリスタもいるという、ものすごいコーヒーに恵まれた環境だと僕は思ってるんですね。そこでコーヒーを学ぶっていうのは、ものすごくわざわざ海外に行かなくても環境がすごい整っているので、ここで全てが学べるっていう感じですね。で、僕がどんな資格を取得したかというと、まず生の豆なんですけども、じゃあ生の豆ってどういうことを学ぶかというと、簡単に説明すると、農園まで行ってコーヒーの元となるコーヒーの木という植物があって、でそれにできるコーヒーチェリーと言われるサクランボみたいな果実から採取をして処理をして焙煎士に渡すような生の豆になるんですけども、その過程がどういうものかというのと、どんな不良の豆ができるかであったりとか、どういった対策をしているかであったりとか、機械を使って自動化しているのか、人の手で取るのか、でそれによっての味の変化とかがどのように変わるかとかを勉強します。あとはそうですね、生成方法と呼ばれるものなんですけども、さくらんぼの状態、コーヒーチェリーの状態から種なんですけども、どのように処理をして、種を取り出すか
これは結構味に大きな影響が与えるので、いろんな手法が、生成方法があるんですけども、それがどんな方法があるかっていうのを、把握していくのが、生もみの資格になります。はい。続いて、焙煎の資格なんですけども、もちろん美味しく焙煎するのが目的ではあると思うんですけども、勉強する方としては、自分の目標としたその定めた思い描いている焙煎度合いに焙煎機を調整するのを主に勉強します。なので、焙煎機の種類だったりとか、熱源の種類だったりとか、豆の中の成分を把握して、それが熱を加えることによってどのように変化するか。で、その変化することによってどんな風に味が変わるかとかを勉強します。ただ焼くだけなら、ドライヤーの先端にカップをつけてバーってやれば豆は普通に焼きます。で、普通に美味しくできるかどうかは個人というか次第ですけども、普通に焼くならそれでも全然大丈夫です。で、コーヒーの味に直接影響するのは、ここの部分、いかにコーヒーをどのように焼くかっていうのが結構決め手になると思っています。なので、ここは僕は、しっかりとちゃんとした勉強、これからも勉強していきたいと思ってます。で、最後にバリスタなんですけども、バリスタはエスプレッソマシンを使ってコーヒーを入れる人のことを言うんですけども、今結構8割方エスプレッソマシンを使ってコーヒーを入れてると思うんですよ。例えば、スターバックスであったりとか、いろんな、台湾でいうとルイスターであったりとか、ハーマーであったりとか、日本でいうと、そうですね、日本もスターバックスですね、ドトールとか、そういったところも、全部エスプレッソマシンを使ってコーヒーを入れてると思います。で、あと、いかにエスプレッソマシンの、抽出の方法、基本の抽出の方法であったりとか、どのように調整して、味を整えるかであったりとか、あとはそうですね、ラテアートですね。ハートにしたりとか、白鳥にしたりとか、そういうラテアートも勉強しました。以上のこの3つですね。なので、一番初めの原材料である生豆、それを加工する焙煎。で、それを最終的なコーヒーにするバリスタ。この3つを全て勉強しました。で、僕のコーヒーって何が面白いの？飲む以外で僕は入れるとか、焙煎したりとかしてるんですけども、面白さって自分で考えたんですけども、まずは、大体の人が結構、飲まれているので、自分の身近なもの、たくさんの人の身近なものであるっていうのと、でも人によって飲み方であったりとか好き嫌いがはっきりしてて、で、人の美味しく思う好き嫌いの好きの部分を突き詰めるというか、どのように焼いたら、どのように入れたらその人が好きと思える、美味しいと思えるかっていう、そのチャレンジ性というか、チャレンジ性がある、難しいんですけども、達成できたと達成感があるので、人に美味しいと言ってもらえるのを目指してます。で、そこでこれからこのチャンネルをどのようなチャンネルにしていきたいかというと、自分にとっての美味しいコーヒーを皆さんと一緒に追い求めましょうと。僕の好きなコーヒーと、もちろん皆さんのね、一人一人コーヒーの味って違うと思うんですけども、それをお互いに見つけていこうというか、あなたにぴったりの一杯を見つける手伝いができたらと思ってます。なので、まずはコーヒーを知ってもらうとか、コーヒーの入れ方であったりとか、そういったのも個人個人違いも出ると思うんですけども、それを伝えることで自分なりに、私はこういうのが好きだなとか、僕はこういうのが好きだなっていうのが分かってくれたら僕は嬉しく思います。味覚に正解はないと思ってますし、これは毎回言ってるんですけども、私の美味しいはあなたの美味しいとは限りません。で、普段どんなコーヒーを飲んでるかによっても変わってくると思いますし、でもコーヒーって本当にいろんな様々な風味が隠れているというかあるんですよ。ただ残念なことに、大手さんの、例えばコンビニであったりとか大手の、コーヒーショップとかはそのコーヒーの豆の差っていうのを感じにくいんですね。で、それはなぜかという
と、より多くの人に飲んでもらいたいし、皆さんが、そこそこ美味しく感じてもらいたいので、あまり冒険ができないというか、そういった、大手の、縛りというか、どっちも利益を出さないといけないので、そういったのことがあるので、似たり寄ったりな味になっちゃうんですね。ただ、それ以外にもたくさんいろんな味があるので、いろんなコーヒーを飲んでいってもらいたいな、というのが僕の気持ちです。僕の好みのコーヒーの味ってどんなんですかって聞かれたら、答えにくいんですけども、ざっくりで言うと、面白いコーヒー。面白いコーヒーってなんやねんってことなんですけども、簡単に言うと、普段その辺のコーヒーとは一味も二味も違うようなコーヒーが、好みというか、国とかで言うと、例えばエチオピアのナチュラルであったりとか、コスタリカのミュージシャンシリーズっていうのが、結構特殊な製法じゃないと、ミュージシャンは特殊な製法をして、コーヒーに結構複雑な味というか、様々な風味があるんですよね。これは全体的に言えることなんですけども、大体浅入りが好きです。なぜかというと、コーヒーそのものの、味が、残されてるからですね。深入りに行ってしまうと、そこからしてみると、ちょっと炭の味というか、ちょっと苦味が強いかなっていうのを思うんで、もう少し豆そのものの風味を楽しみたいなっていう気持ちはあります。今後アップしていきたい動画についてもちょっと軽く説明していきたいと思います。まずはですね、呪文みたいなコーヒーの名前。これって何？みたいな感じでね、チェーン店ではないカフェに行くと、シングルオリジンと呼ばれるコーヒー豆が売ってるんですけども、それなんかいろいろ名前書いてあるんです。カタカナで長い名前が書いてあるんですけども、その書いてることがわからない人が多分いると思うんですよ。それを初級と中級に分けて、説明していきたいと思ってます。次に適当に入れたコーヒー VS こだわって入れたコーヒー、ハンドドリップ編、何が違うのかというのを、実際に飲んでみて説明していきたいと思います。続いては、生成方法でこんなに違うの？生成方法で味の方向性っていうのがだいぶ違ってくるので、これをもうちょっと細かく説明していきたいと思ってます。次に、焼き加減はいかがいたしますか？これも初級と中級に分けようと思ってて、焼き加減によっての味の変化っていうのを、説明できたらなと思ってます。はい。続いて、酸っぱいって何？これはですね、酸味が苦手な人が、結構いるんですけども、そもそも、酸っぱい酸味って何ですかと。酸味もいろいろ種類がありまして、こういう酸味があって、みたいな感じで説明できたら面白いかなと。浅入りで酸味がきついからってずっと敬遠してた人にも、そうじゃないですよって言えたらなと思ってます。続いて、台湾のコーヒー農園に行ってみよう。これはですね、せっかくその近くにコーヒーの農園があるので、近くって言っても車で4時間ぐらいはかかりますけども、でも台湾国内で飛行機乗ってね、ブラジルとかエチオピアに行くのに比べたら相当近いですよね。実際に行ってみて、どういう風にコーヒーが栽培されているのかなっていうのをお伝えできたらなと思っております。これからたくさんのコーヒーを紹介するというか、自分で街で見かけたコーヒーがどんなコーヒーかっていうのを理解できるように、これからどんどん動画を作っていきたいと思いますので、これからもロイヤルブルーコーヒーチャンネルをよろしくお願いします。いいねと思ったらいいねボタンを押してください。励みになります。今後のこのチャンネルが気になるよって思ってくれたら、チャンネル登録ボタンをお願いします。そうすることで通知がいきますのでね。はい。それでは、今後もどうぞよろしくお願いします。